皆さんこんにちは。白熊コンセプトです。初めての動画ですけど、よろしくお願いします。まず、今回動画の主人公、AMD Radeon RX5700XT 50th Anniversary Edition。発売当時に手に入れた50周年記念のアニバーサリーモデルです。この記念モデルは通常の RX5700XT リファレンスモデルを限定色にファクトリーオーバークロックしたものです。とりあえず、コアクロック 75MHz、TPP10W、価格は$50高く設定しています。基板の用途は基本的に同じと思いますが、通常のリファレンスモデルの方は背面にコンデンサ7個貼っ付いたそうです。GPU 台の選別、どうなっているかはわかんないけど、発電源の供給は8+6ピンコネクターを使われています。クーラーも通常のリファレンスモデルと同じデザインですね。色近い色味。レディオン7は直流ファンを使ったけど、RX5700XT はブロアファンにも取りました。ペーパーチャンバーと日立製の熱伝導シート TCHM04 は健在です。今回はこのキレングラボのショーケースビルドを組み立てていきたいと思います。ちなみに今回の目標は、なるべくシンプルなパーツを使いながら必要最低限のスペックとコストで、このキレングラボの展示にふさわしく小さく PC を作る。では、別の部品を紹介していきましょう。SSD は ADATA さんの SPG-SX8200 Pro を選びました。M.2 NVMe1.3 PCIe 3.0×4 SSD SMI 製コントローラーマイクロン1064層 TLC ランド選んだ理由はこれが現時点で一番コスパがいいとしか言うことがないので。 NEXT CPU はクラボと同時に購入した Ryzen 7 3700X です。AMD50 というのに50周年記念版の 2700X 使わんかいと言われたら、あれは IHS しか通常の 2700X とは違いがないからです。組み立てが終わると見えない IHS より効率よく新しく速い CPU の方がよっぽどロマンがあると思ったからです。ついているレースフリーズもクーラーも全く同じですし。次はメモリ。デザインと品質にこだわった金色ヒートスプレーターメモリキットとなると、この G スキルの超電子ロイヤルしかないよね。超電子ロイヤルって言っても、速度とタイミングの違った選択肢はいろいろあるけど、やっぱりサムスン B 体じゃないと、わざわざお金を払う欲望が湧きません。割と高い基準で選別された B 体超電子ロイヤルの中に選別基準が 3600CL16 に近く、ちょっと安かった 3200CL14 にしました。一番安く済ませたいから。G スキルの B 体 3200CL14 メモリは実はこれで大国民になります。今全ズの時代なら 3600CL16 の方が無難な選択。買う場合、G スキルの型番最後に C がつくキットはご遠慮ください。あれ、ハイネックス C 代理しては高くないですか？次は電源。今回使うケースは PSU の側面が見えるので、プライムゴルドとシソロゴの金色印字がテーマに合うから、わざわざこれを買いました。プラチナムが出てから、プラチナム以下の ATX PSU を買うのか、これが初めてかも。フルモジュラー。135mm ファン。あくまでもゴールド。一番大事なのは金色が印刷されていること。はい、次。最後はマザボー。マザボーは X570 オーラスエリートです。オーラスエリートは X570 ならまずこれって感じですね。ショーケースビルドということで、コスパ、映えが良ければ全てよし。今度は同じメーカーの X570 オーラスプロと比較しながら X570 マザボの選び方を徹底解説する動画をアップしたいと思います。パーツの紹介は以上です。では、ケースをご覧いただきましょう。ケースはこちらのクーラーマンスター MC600P。クリーンかつエレガントな見た目。それにエアフローを調節できる点から選びました。実はこのケース、旧型モデルのマスターケースプロ6が出てからずっと興味を持ってて、
旧型モデルの時はサイドパネルがフルガラスではなくアクリル窓です。フルガラスパネルが欲しいなら別売りという点が引っかかりました。使うなら絶対ガラスパネルが欲しいけどかなり高く売られてて、そもそも付属の方はいらないしバカバカしいというわけで手が出せませんでした。黒光源モデルはそれを解決しましたけど、なんでいうか買うきっかけがなかなかなくてね。ここ数年 T-Fine R6 を 11D などいいケースがあるからな。エアフロー調節機構はこんな感じです。マグネットですね。ハンドルっぽい部分、ハンドルとして使ってはダメですよ。折れちゃうから。後ろはこんな感じ。上の方もカチッと。さて、ケースファンの準備をしましょう。フロントパネルを外します。この時に気づいたことですけど、この子はそんなに RGB いらないし、リアの付属ファンをフロントに移してこのまま使えばいいんじゃないかな。戻す。Didn't I? Well. このブラケットを使ってフロントにつけますね。では、パーツをマザボに入れましょう。両側ラッチ、好きです。先ほども言ったけど、G スキルら 3200CL14B 対メモリだけで5個メモ持ってるから、もしかしたらそれぞれの個体差を検証する動画でも作ろうかな。でも、ひたすらメモリオーバークロック、タイミングと点の図をいじって選別するだけの動画になるけど、需要ある？白クマコンセプト。実際に使うものなら、やっぱりクマグリスを塗った方が満足だけど、それでも組み立ての段階は安いもので借り付けしましょう。CPU の初期フルとかも全然あり得る話ですから。新品付属のクラだとこのようなあらかじめ塗ってあるのさえありますので、塗り替える前にそれを使って動作確認だけでもしましょう。
これ付属くらいいいよね、分厚くて。別のクラを買わなくて済むし、AMD のロゴが光ってくれて今回のテーマにぴったりだし、何よりコストが抑えられる。実に良心的だと思います。これ、G コネクタという名前がついてる。仕組みは ASUS さんのと違いますが、聞けばいい。細かい作業の時は老眼鏡が欲しくなるな。今回は純正品として使ってますが、この製品は汎用縦置きブラケットとしてもよく使われてます。グラボは縦置き必須。言うまでもないよね、主人公だから。PCIe 4.0 に完全対応していないライザーケーブルの場合は BIOS で GenFi モードで動作するように設定しましょう。じゃないと BSOD やブラックスクリーンになる場合がありますのでお忘れなく。ちなみにこのグラボを分解して解除しながらハイエンド RX5700XT カスタムモデルと性能実測比較する動画と何種類の縦置きブラケットの比較動画やライザーケーブルの比較検証動画もアップする予定です。フルモジュラなので使うケーブルを挿しておきます。電源を入れる作業はいつも最後にしてます。初期段階で入れるとケースが重くなり、取り回すときはクソ重になります。なので電源を最後に入れることによって組み立て作業がしやすくなります。筋肉を鍛えたい方は最初に入れてもあり、個人の自由です。とにかく手持ちの金色パーツを詰めます。スイッチオン。ちょっと解説と感想を言いますね。まずは PSU チャンバーですけど、こちら側もオープンになっていますので、もしこの辺り PSU からのケーブルが多い場合は、きれいにまとまらないとケーブルの森になります。なので、今回はケーブル整理にチャレンジしました。いいでしょう。こちらにハードディスクを搭載できます。縦置きグラボがこのような奥寄りの位置だと十分なエアフローが確保できます。このグラボが外排気冷却でブラーファンを使われているので、ケースエアフローの影響はとても小さくなり、そんなに気にしなくていいのですが、エアフロー制限は少ないに越したことはありません。ここもマグネットついています。
起動するたびに開かなければならないのですが、見た目がスッキリになり、ポートをホコリから守ってくれて、あんまシャットダウンしない方には問題ないと思う。左側のボタンは搭載 RGB ストリップの色設定よ。RGB ストリップといえばこのケースの一番悪いところ。取説によると、このコネクタを搭載 RGB コントローラーから発注して、付属のこのケーブルを使ってマザーボード RGB ヘッダーや別の RGB コントローラーをつなげば RGB 同期を果たせるはずですけど、外せない。諦め。あとは電源付近のこのレジ。このレジが邪魔してたのが原因で、最初に電源を入れてレジを閉めるときはあれれってなりました。もうちょっとディスタンスを取ってほしいな。今回はソーケースビルドなので動けばいいって感じ。あくまでも付属クーラーとブロワーファングラブを使ってるしね。ストレステストやベンチマークがない小さく PC 動画ってまるで料理とかみたい。美味しそうだけど、実際に美味しいかどうかは自分で作らないとわかんないよね。でも、すいません。3700X と RX5700XT のビルドはまたまたやります。少なくとももう一台組み立てと撮影完了があります。1時間とかになるかな。AIO 水冷クラーとハイエンド RX5700XT のカスタムモデルを使った RGB 中心の子です。あの子には詳しいベンチマークをする予定してます。興味のある方はぜひ子をご期待ください。今回の動画はここまでです。すごく励みになるので、よかったらチャンネル登録してください。ではでは。